はい、どうも皆さんこんにちは。ライブ 2D 公式のオンライン講座ライブ 2D 塾で講師を務めておりますキューブ先輩と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日はですね、ライブ 2D の未来を築く独自視点からの講座制作術と題しまして、ライブ 2D 塾の講座制作で意識していることであったり、講座制作の方法についてお話しさせていただければと思います。はい、では早速本日のアジェンダですけれども、まず一つ目ですね。ライブ 2D の講座制作ってどんな感じということで、ライブ 2D の講座を制作するメリットであったりですとか、講座制作の意義について簡単に、お話しさせていただければと思います。次にですね、アイデアを手法にする独自視点の、講座制作術というところで、実際に塾の講座で解説した手法が、できるまでの流れというものを紹介させていただきます。続いてですね、手法を講座にして公開しようというところで、塾で行われている具体的な講座制作の考え方であったり方法論というものを簡単に紹介させていただきます。そしてですね、最後にご覧いただいている皆さんへのメッセージなども添えつつ、本日のまとめとさせていただきます。講座制作と言いますと一見するとですね、ライブ 2D 業界であったりですとか他のクリエイターへの献身的なものにも見えるかなと思いますけれども、実は講座を制作する側にもいろんな面でメリットがありまして、なのでですね、本日の講演では実際にライブ 2D 塾が講座を制作する上での考え方をご紹介することで、皆さんにもぜひですね講座制作にチャレンジしてみようかなと思っていただければ幸いかなと思っております。はい、では早速なんですけれども、まずなぜ講座を制作するのかという、意義についてですね、これは特に近年ではあるかなと思いますけれども、YouTube だったり X だったり、あとは TikTok などさまざまな SNS 上でですね、教育コンテンツの注目というものが高まってきておりまして、ライブ 2D 関連の講座もかなり増えておりまして、講座や Tips であったりあとはメイキング動画などですね、やはり一定の需要がありますので、こういったものは SNS 上で話題になりやすいです。塾のコンテンツというものもねこちらで上げているようにもちろんなんですけれども、塾の他にも有名なクリエイターさんがライブ 2D 講座動画を YouTube で公開していたりですとか、あとはライブ 2D 制作で役に立つ Tips などもね X で旧 Twitter ですね投稿していたりするのは皆さんもよく目にしているのではないでしょうか。具体的に有名な方を例に出しますと神仏ひものさんですね、YouTube で講座動画を公開されているのも皆さんご存知かなと思いますけれども、神仏ひものさん初心者向けの講座から応用テクニックまでかなり幅広く分かりやすく解説されております。またですねライブ 2D モデラーのののんさんもですね Tips 動画を X にたくさん投稿されているのでこちらもご存知の方多いかなと思いますけれども、ののんさんもですね実践的なテクニックが1分程度にまとめられていてとても勉強になるのでぜひチェックしていただければと思いますけれども、もちろんですねこの他にもたくさんのクリエイターさんが講座であったり Tips であったり公開していますし、そういったところを見てもですね、講座コンテンツというものに注目が集まってきているというのはわかるのではないでしょうか。というところで講座の需要という話をさせていただきましたけれども、講座制作を行うことで得られるメリットというものも様々な面でありまして、まずはスキルアップというところですね。知識とか技術というものを多くの人に伝わる形に整理することで、自分の中で無駄が省かれて、自分自身の技術もより洗練されていくというところで、こちらも利点の一つになっているのかなと思っております。次にフィードバックという点ですね。こちらは主にフォロワーからのフィードバック、などですけれども、もちろんいいねやコメントをもらうことでモチベーションを向上されるというところは、もちろんありますけれども、それに加えてですね、そういったフィードバックから新しい発見が得られるみたいな、可能性もあるのでこちらも、大きなメリットの一つかなと思っております。はい。でそちらに加えてですね、講座コンテンツが SNS で、話題になりますと、その影響力が、ビジネスの機会であったりですとか、新しい仕事の依頼につながるという可能性も、出てくるのでこちらも大きなメリットかなと思います。はい。
というわけでまずは講座を制作していく意義について、軽くお話しさせていただきましたけれども、ではここからはですね実際に、ライブ 2D 塾で行われている講座制作には、どのようなアプローチが取られているのかというところを紹介させていただきます。今回はですねライブ 2D 塾の講座の中でも特に反響が大きかった、こちらのシンプルなパラメータで真横を向けるモデルを作ろうという講座を、例に、詳しく紹介していきます。こちらの講座ですね、こちらの先ほど、再生した動画のように、真横を向けるライブ 2D モデルの制作方法を詳しく解説したようなものになっています。はい、こちらのようにしっかり真横を向けていますね。で真横を向くモデルといいますと、以前は映像であったりですとか、特定の状況でしか使われないような手法で VTuber モデルに組み込むような例もあるにはあったんですけれども、かなりの工数をかけたりですとか、大変な構造を取り入れるような必要が、ありました。しかしながらですねこちらの講座では今までになかったような新しい技術であったりですとか新機能なども使ってVTuber モデルにも無理のない制作手順で取り入れられる手法としてまとめてありましてそういった点からも塾の講座の中でも特に人気なコンテンツとなっているのかなと思っております。ではですねこういった講座をどのようにして制作しているのかというところで具体的な講座制作の考え方であったり方法論についてご紹介させていただきます。こちらでご紹介しているように塾の講座制作を大まかな要素に分けるとこちらの4つのフローに分けられるかなと思っております。まずはアイディアですね。こちらは制作手法をひらめくようなアイディアというところですね。もう一つが検証ですね。ひらめいたアイディアをもとに手法を実際に制作して試していくという過程ですね。で検証した結果をもとに、作品制作というところで、講座で説明するための、説明に使用する作品を、制作していくという、過程ですね。そして、それをもとに講座を制作していくというところで、企画であったり、台本制作であったり、プロモーションなども含めたフローを、講座制作として、まとめてあります。はい。要素としてはおおむねこのように分けて考えているんですけれども、講座の性質によっても、こちらかなり変わってくるところなので、必ずしもこちらのフローにのっとって制作を進めるわけではなくて、場合によってはもうすでにある作品ですね、既存の作品を用いて、それに対する解説といいますか講座制作だけを行うみたいな例もあったりはします。はい、ということで、こちらの4つの要素ですね、各要素の詳細について、も解説していければと思いますけれども、まずはアイデアについてですね。アイデアの鍵になるのは何かと言いますと、例えば普段の制作の中で、不便さだったりですとか、苦労を感じているようなこと、つまり言い換えますとクリエイターとして、うまくできないようなことっていうものがアイデアの鍵になったり、するのかなと考えております。で今回は、先ほどもご紹介した通り横向くモデルの講座ですね、こちらの講座を例としてこちらの手法のアイデアが生まれた経緯というものをご紹介していきます。こちらの制作手法なんですけれども、もともとライブ 2D 社内でですね映像を作るような、部署に、配属されているような方が、考案されたものでして、ライブ 2D 制作においてですねパラメータ内のキーフォームが、リニアに保管されるっていう性質があるんですけれども、そこの性質から生まれる苦労が多いなと感じておりまして、ここをどうにか解決できないかという解決方法をずっと考えていたそうです。でこちらの考案者の方なんですけれども、もともと元アニメーターという経歴もありまして、ライブ 2D でキャラクターを動かす際にも手書きアニメーションの中割り指示のようなものがあるとより良いのではないかなという思想がありました。具体的に言いますと、パーツの移動量ですね、こちらのパラメータ上のパーツの移動量をカーブで制御するみたいな発想ですね。こちらの発想がですね後に先ほどの講座のアイデアへとつながることになったわけですね。でアイデアを考えるときにはこのようにですねクリエイターとして感じる課題であったりですとか困難を解決する方法というものを考えていくと、特に魅力的な講座のトピックとなる可能性が高いのかなと考えています。言うなればピンチはチャンスと言いますか、不便さを感じているところにこそ、画期的なアイデアだったり画期的なアイデアの種は落ちているというふうにも言えるかなと思いますね。続いてアイデアを思いついたら2つ目の要素として検証の過程に入っていきます。検証というのは何かというと、つまりは、仮説を実証することであって、
そのために試行錯誤を繰り返すような作業を指しています。そしてこの検証をどれだけしっかりできるかによって講座の質が変わると言っても過言ではないのかなと、考えております。それではですね、シンプルなパラメータで真横を向けるモデルを作ろうという講座の場合ですね、どのような検証とか試行錯誤を経て講座の手法にたどり着いたのかというのをご紹介させていただきたいと思います。こちらの講座ではですね、ブレンドシェイプ機能というものと重みの制限設定という機能、比較的新しい機能を用いてパラメータのキーの間を補完ですね、調整しまして、実際の顔の回転に即した補完に変更するという手法を紹介しています。こちらちょっと口頭で説明するとなかなか難しい点もございますので、詳しくは講座動画ご覧いただければと思いますけれども、こういった手法になっているんですけれども、先ほども触れた考案者の方が先ほどのパラメータのキーフォームがリニアに保管されてしまうという問題に直面していた時期には、こちらの講座で扱っているブレンドシェイプ機能というものはそもそも存在していませんでした。なのでですね、研究の初期段階ではアニメーター上で各パーツの移動量を制御するというようなことを行っていました。具体的に解説しますと、顔のパーツごとに顔の角度 X のパラメータを独立させて、アニメーター上でそれぞれ適切な移動量を与えれば求める動きができるのではというような発想ですね。ただこれは調整にかなりの時間がかかってしまうっていうのと、顔の角度 Y との掛け合わせを作るのも困難だったということです。次に考案した手法ですけれども、通常通り顔の角度 X を作成しまして、移動量をカーブにするための補正をフォームアニメーションで行うということを考えました。しかしですね、フォームアニメーションで作成した形状はモデル側には保存できないので、アニメーションデータごとに使い捨てとなってしまいますし、時間軸が進むとそれぞれのパーツにズレが生じて、その修正のためにフォームアニメーションをさらに使うという泥沼になりがちだったそうで、これも有効な手法にはなりませんでした。そんな中ですね、まずは社内の研究用エディタにブレンドシェイプの機能が実装されまして、この段階で理論上は考案者の方が考える移動量を補正するという手法が再現可能になりました。とは言ってもですね、この時点ですぐに講座で解説したような手法にたどり着いたわけではなくて、初めは角度 X のパラメータを普通の可動域で作成して、形状をコピーした角度 X と同じ動きがついているブレンドシェイプを用意して、アニメーター上で角度 X パラメータが遷移中にブレンドシェイプも併用して移動量を補正するという手法をとっていたそうです。この検証ではある程度の可動域でなら成果が得られたそうなんですけれども、真横に近い高可動域の顔には対応できませんでした。なんですがここで諦めずにですね、この真横に近い高可動域に対応できないという問題に対してもさらに追求をしていったわけです。で、真横に近い高可動域に対応できないというのは、なぜなのかというのを追求していくと、顔の一部のパーツというのは頭の丸みに沿って配置されていることによって思ったよりも複雑な形状変化をしているということが原因だと判明しました。でこちらどういうことかというと、例えば目だったり横髪だったりですとか、中心からずれた左右にあるようなパーツの横幅を考えてみると、正面から徐々に斜めに遷移して、斜めから横顔と遷移していく際にですね、正面から斜めを向いている際に横幅一番大きくなって、そこから真横を向くに従ってだんだん小さくなるという変化をするという点ですね。なので形状としては最低限正面と斜めと横3つの形状がないと自然な遷移にはならないという結論にたどり着きました。とここまでの検証でやっと講座に実際使用されている手法の基本構造が見えてきたという感じですね。ただ講座の手法にたどり着くまでにはまだ課題がいくつか残っていまして、その一つが正確な斜めの顔をどう再現するかという点ですね。やはり顔の角度 XY の作成というのは苦労するという方も多いかなと思いますけれども、斜めの顔というのは作成にかなりデッサンスキルが求められるというネックがありまして、講座を制作する際にもそうなんですけれども、いい感じに斜めの顔を作りますというふうに説明してしまうとなかなか再現性の低い方法になってしまいますので、なのである程度ですね、機械的に作成できた方がいいのではないかと考案者の方は考えました。そこでですね、角度 XY を動かした時の実際のパーツごとの移動量というものを分かりやすく確認することができて、ある程度自由もあるという仕組みになるように、上から見た俯瞰図と、
横から見た図、側面図ですねを使って移動量の参考にするという方法にたどり着いたということです。こちらの動画にもあるように、上から見た俯瞰図ですね、頭を上から見た図に合わせて、各パーツの移動量をガイド的に使って正確な 3D 的な変形量を割り出していくという感じですね。さらにここからパラメータのキーが3点を超えると管理が大変になるという課題も解決していきます。ここでですね、正面から横顔をシンプルな3点のパラメータで作成しまして、斜めの顔の形状を追加するためにブレンドシェイプの重みの制限設定を使用して俯瞰図のガイドを使ってその補完形状を整えて顔の回転に合った移動量に補正するという方法にたどり着いたわけですね。ここまででようやく3点のキーフォームでかつ角度 Y との掛け合わせ形状も考慮せずに高稼働モデルが作成できるという実際に講座で紹介しているモデリングの手法が完成しました。はい、というわけで以上が講座で紹介している手法の検証過程になるわけですけれども、検証という過程ではさまざまなできないことを課題としてこれに対して独自のアプローチを試みてできるという成果を得るために試行錯誤を繰り返すという作業を行っています。実際先ほど紹介させていただいたようにアニメーターで制御するような手法であったりフォームアニメーションで制御するような手法であったりいろいろと試しながら少しずつ成果を出していって有効な手段にたどり着いたというわけですね。このように仮説を立てて実作業を行って学びを得る。で学びを得ることで新たな仮説につなげるという試行錯誤を繰り返すことによって独自の視点を獲得していくというのが塾でも新しい表現に挑戦するためには必要であると考えています。さてここまで検証が完了したら実際に作品に落とし込んだり塾の場合では講座制作を行うわけですけれどもこれまでに講座のアイデアだったり検証の過程について紹介してきましたがここからは具体的な講座制作について解説していきます。ライブ 2D 塾で講座を制作する際には作品を制作してその内容を解説するようなパターンを取ることが多いです。その前準備としては作品や講座制作を開始する前に企画の方向性を決めるための戦略を練って企画書を作成しています。今回はですねこれまで企画を立てた経験から意識しておくのがおすすめな点をいくつかご紹介させていただきます。こちらで紹介しているのが作品を制作する前に意識しておいた方がいいポイントかなと思うんですけれども、まずは目的とゴールですね。制作する作品はどういうものなのか内容はどういうものなのかという点と講座制作をする上で、説明可能な手法に、整っているかという点でそれはどのように解説するのかというところですね。2番目にはターゲットの特定、こちらは、どういった人を、対象とした講座なのか、どういったシーンで、その講座を見た人の役に立つのかという点ですね。3つ目にはプロモーションですけれども、その講座が話題になる可能性がどのくらいあるのか、あとはどのようにその講座の内容を公開だったりプロモーション宣伝していくかという点、あとは制作期間をどのぐらいかけてどういうタイミングで講座を公開するのかというところですね。でこちら例えば、先ほどの真横を向ける講座の場合ですと、このような形になっております。目的とゴールとしては、3点のキーフォームだけで真横を向けるモデルを制作すると。で手法としては、背面法ブレンドシェイプ俯瞰図などを使用して、制作する手法を紹介すると。で解説の方法としては、YouTube ライブ、生配信で実演を交えながら解説を行うというところですね。でターゲットとしては、高稼働モデルを作成したい、中から上級者向けというところに絞ると。で役に立つシーンとしては VTuber モデル制作をする上での、アピールポイントとして、役に立つというところですね。でプロモーション面でいうと、横側を向けるモデルはすでにかなり注目されているので、話題になる可能性が高いと。あとは内容の公開とか宣伝手法に関しては、トラッキングで、キャプチャして、それを動画編集しまして、SNS 上で公開すると。あとは、制作期間と公開時期についても具体的にこのように決めてありました。講座を作成する際はこのような形で方向性を決めておくと、講座使用する作品を制作する際にですね迷いが少なくなるかなと思います。分かりやすいところで言うとプロモーション的な観点なんですけれども、例えば真横を向ける講座の場合ですと講座を制作する上では頭部のパーツにだけ角度 XY の動きをつけたモデルでも手法自体は説明は可能かなと思いますけれども、しかしですねそれだけでプロモーションを行うと、VTuber モデルへ実装するという実用性があまり伝えられないかもしれないなと考えまして、なのでこの講座の場合は実際の使用シーンが、プロモーションで想像しやすいように、
顔の角度 XY 以外の動きも含めて、作成しました。ということは、つまり講座で説明しない部分も作っていくということなので、工数などもこの辺は、意識して行う必要はあるかなと思います。では具体的にどういうところかと言いますと、基本的なパラメータの動きに加えて、紙揺れを多段にして、揺れを強調してリッチな感じにしたりですとか、あとは体の動きについても上半身ですねの前後の動きだったりですとか、あと体の回転 Z を上下で分けたりなど、講座で解説する手法以外の要素でも VTuber モデルとして、それなりに魅力的に見えるように工夫がされております。というわけで戦略を立てて目標を明確にした後、作品制作を進めていきます。作品制作の際に重要なのが、再現できるかどうかというところですね。例えば素晴らしい技術であっても、その手法を他の人に説明とか伝達できなければ、講座としては成立しないといいますか、それはあくまで個人の技術でのみ成立するみたいな形になりまして、講座に落とし込むことができなくなってしまいます。例えばですね、講座を制作する際にも、そうなんですけれども、モデリングのテクニックを説明するときに、例えばこんな風にいい感じにしますであったりですとか、頑張ってこんな感じに調整しますであったり、感じるままに調整しますみたいな、曖昧な、説明しがちかなと思うんですけれども、こういった曖昧な説明しかできなくなってしまうと、それは他の人には再現が難しい手法になってしまうかなと言えます。したがってですね、講座を作成する際には直感的な技術もなるべく言語化しながら、講座を制作を行うように心がけています。そういった言語化の際にですね、役に立つ方法の一つとしては、講座に使用する作品のモデリングをキャプチャしまして、後から自分で操作を見返して、分析言語化するっていうやり方も効果的かなと思います。でこうしてですね、一通り、制作フローであったり手法が、言語化できたら、同じような手法を使用して繰り返し同じような作品を作ることができるかどうかっていうところで、再現性を確認しておくというのもおすすめかなと思います。でこちらの言語化をするという上で、気をつけなければいけないのが、どこまで説明するかという点ですね。例えばですけれども、作品に使用されている全ての素材分けであったりメッシュ割りであったりというところまで細かく説明するべきなのか、それともピックアップしている手法の仕組みだけ説明すればいいのかというような、言うなれば解像度をどこまで細かくするか、どこまで細かくすべきかという点をですね、そういったどこまで説明するかという、いわゆるレベル感というものを決めるための、一つの指標となるのがターゲットの特定になるわけですけれども、真横を向ける講座の場合ですと、対象を中級者から上級者と設定していまして、つまり基本的な技術であったり感覚っていうものは共通認識として、ご理解いただいているであろうという前提で、講座を制作しています。なので、そちらの講座では基本的な部分の、説明はほぼ省略しています。そうすることによって言語化する作業が膨大になってしまうことを避けているというわけですね。そしてターゲットのレベル感の、指標としては、こちらも塾動画の宣伝となってしまいますけれども、ライブ 2D の基礎をマスターしよう、一番最初の講座ですね。こちらの講座内容を指標として、中から上級者であればこちらの内容は把握しているという前提の下で、台本を構成しています。このようにですね、どういった方を主な対象とするかというのを、特に意識して、言語化作業を行うというのを、大事にしております。またですね、講座で使用する作品を、制作する際に意識すべきポイントとしては、なるべく一般的なモデル構造を取るという点も、大事にしています。全体的に構造が特殊なものになっていくと、説明の量も膨大になっていって、再現できる形になっていたとしても、習得にかなりの時間が必要になってしまうので、講座で扱うモデルというものは基本的な構造の部分と新しい手法という部分のバランスもしっかり考慮して、制作をしています。というわけで、そういった点を押さえつつ、作品や、制作フローができてきたら、最後にですね、作品をきれいなデータに、整えるという過程があります。きれいなデータというのは、他の人が見ても分かりやすいデータということで、具体的なポイントとしてはこちらの3つの項目になるわけですけれども、まずは名前ですね。デフォーマーだったりアートメッシュパラメータパーツの、名前ですね。可能であれば ID なども、分かりやすく設定しておくと、知らない人が見ても、パッと分かりやすい、データになるかなと思います。次にインポート PSD ですけれども、こちらは、プロジェクトパレットなどで、見えるところですけれども、
こちらも複雑なモデルになるとかなり散らかってしまったりしがちなんですけれども、こちらも最低限の数に、綺麗に整えていくのが大事かなと思います。最後に下絵ですね。こちらも簡単な部分ではありますけれども、デフォルトの形状が分かるようにしっかり下絵も用意しておくと。でこういったことはちょっとしたことではあるんですけれども、この辺りが整っているだけでもかなり、参照しやすいデータになるのではないかなと思います。というわけで、講座で使用する作品ができたら実際に公開する講座を制作する過程に入っていきます。ライブ 2D 塾ではですね、動画と配信という2つの方法で、講座を提供しています。で動画講座と配信講座ですね、それぞれ、各制作フローはこのような形になっておりまして、いずれにせよ動画配信ともにある程度の台本を用意して、事前に内容を決めていくという形になっています。でまず動画講座の方はですけれども、台本が用意できたら、それを元にして、操作のキャプチャーを行ったり、音声の作成を行っていきます。塾の場合ですね、音声を用意する方法も様々ありまして、合成音声ソフトを使用したりですとか、あとは外部のナレーターさんに依頼したりする場合もあります。それに対してですね、こちらの配信の方は講師が台本を読みながら実演を交えて解説を行うという形になりますので、配信の場合は一言一句決められた台本を読み上げるというよりは、説明することであったり手順を、箇条書きのようなメモの形にした場合が多いかなと思います。そちらに基づいて解説しながら、実演操作を行えるように、事前に説明に使用するモデルを、複数用意したりして、配信で解説を行うという形になります。動画講座と、配信ですね、どちらのタイプも一長一短があるんですけれども、まとめるとこのような形になるかなと思います。動画講座の方は、編集で操作を見やすくできると。で、確実に情報を伝達できるというところですね。でライブ講座、生配信ですね。こちらの場合は、大きく工数を抑えられるのと、リアルタイムにコミュニケーションが取れるという、メリットがあるかなと思います。でこちらについても、それぞれ詳しく見ていきたいと思うんですけれども、まず動画と配信で一番大きく異なる点としてはまず工数ですね。こちらよほど手慣れてない限りは、動画制作の方が工程がやはり多いので時間がどうしてもかかってしまうと。動画制作の場合ですね、音声を依頼したりですとか、合成音声を使うにしても、どうしても一言一句台本を決めていかないといけないので、文章を書く能力というものもそれなりに必要になってきます。あとは操作も事前にキャプチャーするわけですけれども、こちらも実作業時間の 1.5 から3倍くらいにはなるかなというイメージかなと思います。さらにですね、そこから編集作業というのもあるので、どうしても配信より工数がかかってきてしまいます。で配信の場合はそれに対してですね、こういった工数をほぼほぼ抑えることができるというのがやっぱり大きなメリットかなと思います。次に挙げられる点としてはコミュニケーションが取れるか否かという点ですね。で配信であれば、講座を聞いてて、例えば視聴者の方が不明な点があった場合とかですね、講師がその場で、回答したりすることができますけれども、動画の場合ですと、そういったことはコメント欄で、やり取りする形になりますので、どうしても文章ベースだけでのね、やり取りになってしまうという、デメリットにもなるかなと思います。でこちらが実例になるんですけれども、背面法の左向きと右向きだと素材の切り替えってどうしてるんですかという質問ですね。なるほど。このピンクと黄色の切り替えって感じですかね。ですかね。これは単純に描画順を切り替えてた感じになるかなと思います。一応そうだ、描画順の話もここでちょっと軽くしておきましょうか。はい、というわけでこのような形でですね、リアルタイムに、視聴者の方からいただいた質問にお答えしたりですとか、需要に、沿ってさらに、講座内容を深掘りしたりみたいなことも、その都度アドリブ的にできるというのが一つメリットかなと思います。はい、というわけでここまで聞くと、配信で講座を行うことにメリットしかないように、聞こえるんですけれども、決してそんなことはなくですね、一つとしては確実性という点が動画と配信で、大きく異なるかなと思います。配信で解説を行う場合はですね、人前で数十分とか、長い時は 2,3 時間ほど喋る必要が出てきますので、やはり慣れていない方であれば噛んだりですとか、台本読み飛ばしたりですとか、誤ったことを、言ってしまうということも、十分に起こり得るかなと思います。動画の場合はですね、その点、編集によってそういった部分をなくすことができるので、もし皆さんがですね、講座制作を始めてみたいという場合におすすめの順番としては、まず動画で講座を作ってみて、
配信でも講座をやりたいなと思ったら配信の方も始めてみるという順番がいいんじゃないかなと思っております。続きまして、講座制作の工程としてはまずは台本制作をする必要があるわけですけれども、動画配信ともにある程度の台本は必要になってきます。喋る量の目安として10分程度喋るとしておよそ4000から4500字程度必要になるかなというイメージでして、それが2時間程度になりますとだいたい5万字程度の原稿になってくると。10分でもねこうしてみるとかなりのボリュームになってくるので、皆さんがもし始められる際には最初から10分とか30分の動画を制作するというよりも、まずは1分から5分くらいの短い Tips 動画などを作っていくのが挑戦しやすいかなと思います。短い Tips 動画なんですけれども、こちらを作るのであればいくつかの操作で説明できるようなテーマが適しているのかなと思います。例えば塾で言いますとこちらの目の反転のような動画ですね。でこちらの動画の場合は目の動きを片側に反転させることができるというテーマを数ステップの操作で説明しています。こんな感じでですね、できるだけ簡潔にかつ分かりやすくメリットも提示しつつ操作を順を追って実演を交えて解説するという Tips になっております。はい、というわけでこういう形の Tips 動画もかなり講座制作としてはおすすめかなというところですね。それに対して長い内容で出したいという場合はですね、台本制作をする上では解説する内容を大きなテーマごとに分割しましてその後でより詳細に分類化した後で最後にさらに操作単位で記述するというのが台本としては散らからずにまとまった台本を制作できるコツかなと思います。例えばですね、まずは大見出しとして先ほどの講座で言いますと補完をリニアから任意に変更するというところ、あとは背面法を用いた手法というところですね。大きな見出しから始めましてそれをこう込み出しに分割していくと。で分割した込み出しをさらに操作ごとに記述していくというような手順が良いのかなと思います。続いて台本が決まったら動画制作の場合は操作のキャプチャーを行うわけですけれども、動画キャプチャーをする際にもいくつか気をつけておくべき点がありましてこちらで挙げているような点なんですけれども、もし皆さんが講座を制作する際にもぜひ気をつけていただきたい点でもあるんですけれども、一つずつ見ていくと、まず基本的なところですね。動画サイズと拡張子をキャプチャーの際にはしっかり揃えておくというところですね。あとは操作見やすいスピード感を意識して誤操作がないようにというところで、結構ねささっとした操作でキャプチャーしてしまうと、初めて見る人にとってはカーソルが追い切れなかったりですとか何をしているのかいまいちよくわからなかったりするので、操作のスピード感というのも結構大事になるかなと思います。あとその下にあるようなタスクバーを非表示にしておくだったりですとか、文字入力時の予測変化が出ないようにしておく、デスクトップ通知を切っておく、デスクトップに個人情報や重要な情報は置かない、あとはエクスプローラーの表示設定を変更しておくなど、このあたりは事故にもつながりかねないところなので、しっかり意識していきたいところですね。しっかりですねこうフォルダのパスのところで見えていけない情報が見えてしまったりですとか、ご自分の名前が見えてしまったりみたいな例もあるかなと思いますので、講座制作の場合は、かろうじて編集でなんとかできる部分もありますけれども、この点配信では特に配信事故にもなりかねないので気をつけたいところですね。はい。こちらは Windows 前提の項目にはなっているんですけれども、Mac をお使いの方ももちろん、同様の点気をつけていただければと思います。というわけで以上の点を注意しまして、台本とキャプチャ素材を用意することができたら、動画編集を行っていきます。で編集した動画をご覧いただきたいんですけれども、こちらですね。60度以上前腕が回るような腕を作成する場合、肘は円状に書き足されているのが理想です。なので肘の書き足しを行う場合はこのような円形のガイドを使用します。はい、という感じで、例えばテロップを追加したりですとか、必要であれば、図を使ったりなどして分かりやすい画面になるように編集を行っていくという過程になっております。以上が動画の場合の講座制作フローです。続いてですね、配信の場合なんですけれども、こちら実演に備えて説明するデータの用意ですとか操作の確認などを事前に行っていきます。動画制作のキャプチャーというのと配信での実演操作っていうのはかなり性質が異なりまして、先ほども軽く言及していたんですけれども、キャプチャーっていうのはやっぱり取り直しが効きますけれども、配信での実演操作っていうのは取り返しがつかない
というところで、あとは早送りとかカット編集ももちろんですけれども、できないので、なので配信の場合はですね、全てのモデリング操作を行っている様子をお見せするというよりは、部分的にモデリングや操作を見せて、仕組みを説明するという形にした方が分かりやすくやりやすい傾向にあるかなと思います。こちらも実例をご覧いただきたいんですけれども、重みが 100% になっているところでしかこのブレンドシェイプの形状は編集できないので、そうですね、こんな感じでマイナス60の時に変形しようとするとうまく変形できなかったりとか、で逆にマイナス90の時に変形を加えちゃうと、この変形はブレンドシェイプじゃなくてこっちの角度 X の方角度に X の、はいはい、ついちゃうので、そこも気をつけないといけないっていう感じですね。はい、このような形で、実演を交えた方が分かりやすいというところに関してはしっかり実演を、交えて、説明するというように、切り分けて、講座を作っていくのが良いのかなと思っております。このようにですね、解説するモデルだったり手法に合わせてなるべく少ない操作で伝わるような工夫も塾では凝らしているということです。というわけでここまで講座制作に関する考え方であったりですとか、作成方法をお話しさせていただきましたが、公開の仕方についても少し触れさせていただきます。現在ですね、 X であったり YouTube、TikTok などなどさまざまなプラットフォームを活用して講座をですね、世界中の人々に簡単に共有することができるという環境で、クリエイターにとってもですね、新しいアイデアや技法を発信したり吸収したりっていう、チャンスがたくさんあるような、環境になっているかなと思います。またですね、プラットフォームごとにも、適したフォーマットなどもあるので、塾のコンテンツも、メインの講座としては YouTube で展開しておりますが、短い Tips は、TikTok だったり、あとは YouTube ショートですね。あとは文字情報が多めのものは X で投稿するなど、ある程度使い分けながら運用しています。冒頭でご紹介したような塾以外のクリエイターさんでも、主に YouTube で講座動画であったりモデリングの配信などを行っていて、 X の方で短い Tips を投稿するようなパターンが多く見かけるような印象かなと思います。なので皆さんも講座動画制作する際にも SNS の使い分けというのもやはり意識されると良いのかなと思っております。はい、というわけで今回は塾の講座制作についてご紹介させていただきましたが、最後にですね、改めて皆さんにとっても講座制作に挑戦したりノウハウを共有していただくことというのは、皆さんのご自分の中での、知識の整理にもなりますし、クリエイターさん同士の情報共有が、巡り巡って皆さん自身の表現レベルの向上などさまざまなメリットにつながるはずなので、ぜひとも一度、講座制作チャレンジしてみていただければと思います。はい、というわけで今回の講演内容は以上となります。最後までご清聴いただきありがとうございました。